かれこれ1週間後には、僕らの友達の詩人の家も写真家のスタジオに変わっていました。このスタジオで写真を撮ると、トックの姿が朦朧と客の背後に映るというので、話題のスポットになっていたのです。死後の名声を知りたくてね。君たちの生活と特に変わらんね。いや幽霊の生活に飽きたらまたピストルで自活しようかな。さあ、自殺するのは簡単かね。あ、詩集送らなかったの恨んでるやつやな。私の全集は出版されました？つら。僕はだんだん人間の国に帰りたいと思うようになってきました。漁師のバッグの話によれば、町外れにある年を取ったカッパが一匹、本を読んだり、笛を吹いたり、静かに暮らしているということです。このカッパに尋ねてみれば、この国を逃げ出す道がわかるかもしれないということでした。早速行ってみると、小さい家の中に12、13歳のカッパが悠々と笛を吹いていました。わしは母親の腹を出たとき白髪頭で、だんだん年が若くなり、今ではこんな子供になったのだよ。生まれる前を60としても、かれこれ115、6歳にはなるかもね。年寄りのように欲にも乾かず、若い者のように色にも溺れない、安らかな生涯だったね。部屋の中を見回すと、気のせいか質素な椅子やテーブルの間に何か清らかな幸福が漂っているように見えるのです。あなたが出ていく道は一つしかない。年を取ったカッパはみずみずしい目でじっと僕を見つめ、部屋の隅の天井から降りていた綱を引きました。すると丸い天窓が一つ開き、青々と晴れ渡った大空に大きい矢尻に似た槍ヶ岳がそびえています。僕は飛行機を見た子供のように飛び上がって喜びました。さあ、そこから出ていくがいい。ただ前もって言うけど、出て行って後悔しないように。